こんにちは、メイです。今回はシンプルな岬のレイアウト5つ考えました。本当にめちゃくちゃシンプルなのでアレンジもしやすいかと思います。完全に真似するのも大歓迎です。シトロン島ではこのアイーダ様のパン屋から左に向かうと狭い岬があります。西岬の四角っぽい形をしています。形がボクシンググローブっぽいなぁと思って見たりしています。どの岬も基本的にグーパンチですよね。縦4マス、横8マスくらいなので住民の家が行けそうで行けない大きさです。木はギリギリですね。今回は作りながら紹介していきます。最初に石壁3つ上の出っ張りに立てていきます。海と石壁は色の相性がいいので積極的に対応します。この辺りに木の前デザインを敷きます。シンプルでおしゃれにするには線を意識することが大切だと思っています。しかも線を作るって簡単。誰でも真似しやすいかなと思います。まっすぐな線を違う長さで作るのはおすすめです。船の持ち合い所を作るのでそれっぽい家具を置きます。先ほどは横の線を作ったので次は縦の線を作って L 字になるようにしました。L 字にするのもおしゃれテクニックなのでシンプルにしたい時にもおすすめです。岬の上の方ばかりが重たいのでバランスを取るためにキノコを置きます。どこから見てもキノコは軽いのになんだかバランスが取れました。待っている時にこのキノコを食べて待てるメリットもありますね。カメラで確認します。バランスがいい感じなので1つ目の岬レイアウトの完成です。下からのアングルにした時に綺麗に L 字になっていますね。2つ目のレイアウトを作っていきます。次は小さな斜めの塊を何個か作って並べるレイアウトです。小さな靴磨きショップを作っていきます。縦のラインをミニ絨毯で作ります。ビーチベッドと絨毯が平行になっているので置いた家具を上に半マスずらしていきます。斜めがテーマなので平行よりずらすのが大切です。絨毯の上に家具を置きます。キューブライトはライトを消してただの台として使います。ツールも半マスずらしておきます。ランタンと斜めの関係を築いていきます。救急箱も斜め関係に。斜め関係を2つくらい築いていくとバランスが取れます。卓上ポップを値札のマイデザインでリメイクしたものをまた斜めの関係にしていきます。いい斜めの関係ができていますね。あとは自分の島に合わせて持っているマイデザインなどで道を少しだけ作ってください。おすすめは家具の色と同じような色合いの道ですね。なかったら白かグレーかライトブラウンかブラウンか何でも合いますね。2つ目のレイアウトが完成しました。全体は白でまとめ海に近いので海と同系色の水色を取り入れました。シンプルにしたいときは色を少なくしたり島を自然色と合わせると馴染みます。3つ目のレイアウトを作っていきます。テーマは臭いものには蓋をしろ、ゴミステーションを作ります。1つ目のレイアウト同様線を引っ張っていきます。今回は白線を使って超シンプルに。線の上に線を重ねるようにペグとロープを立てていきます。線がお互いにはみ出すようにするのもおしゃれポイントです。2種類のゴミ箱を置いていきます。スチールのゴミ箱と木製のくず箱です。土の道を使って一本線を敷くように道を敷きます。ペグとロープと平行にするような感じですね。平行線を斜めの関係の白線で挟むようなイメージですね。ゴミを荒らしに来たアヒルを置きます。ゴミ捨て場と鳥の関係は切っても切れない関係ですからね。石を散らしていきます。狭いスペースなので散らかしすぎ注意ですね。これでシンプルなゴミ捨て場の完成です。狭いスペースなので同じものを繰り返し置くとしても3つくらいまでがちょうどいいのかなと思います。島の一番端になるので臭いゴミを入れても海風で紛らわせていけるので最高の立地ですね。
ただ嵐の日や風の強い日などはゴミが飛んでいくので要注意です。4つ目のレイアウトを作っていきます。テーマはオリーブオイル屋さんです。このテーマで作るにあたり新しいマイデザインを作りましたのでお気に召しましたらお使いください。オリーブの木に見立てた島と練り粉を置きます。木の道をまっすぐに敷きます。木の道のマイデザインをお持ちでない方はデフォルトの組木かレンガ、色で合わせるなら土の道で代用できます。ミルク缶とガラスジャン梅シロップを3つずつ置いていきます。ミルク缶の中にはオリーブオイルが入っている設定で、ガラスジャンの中にはオリーブの実の塩漬けという設定です。梅シロップのガラスジャンは色が可愛いので優勝です。ペグとロープでオリーブの木には触らせません。スタンド看板にオリーブのマイデザインを入れてお店っぽくします。先ほどのゴミ捨て場は何だったのかと感じるほど爽やかな感じになりました。三崎のレイアウトの中で1位、2位を争うレベルで好きなレイアウトです。ただ美しいものを並べたらそれは美しくなるのは当然の結果というツイッターランドでの言葉が胸に刺さりますね。5つ目のレイアウトを作っていきます。テーマは一輪挿し屋さんです。色を変えれば和風もいけそうな感じ。白いマイデザインでリメイクした屋台を置きます。その中にその辺で摘んできた白い花を飾ります。また登場の電気をつけさせてもらえないキューブライトくん、白いラインを作っています。キューブライトの上にもその辺で摘んできた花を飾ります。ぶっちゃけ花なら何でもいいんです。好きな花飾ってね。一輪挿し屋にも使えるオリーブのマイデザインはいかがでしょうか。家具が置けたのであとは道を適当に敷きます。道部分は重要じゃないので自分の島の雰囲気に合わせた道など思うがままに作ってあげてください。完全に真似でも OK です。超シンプルな一輪挿し屋さんができました。一輪挿し屋というテーマが気に入ったので今度これでお部屋が作りたいと思っています。ちなみに白のマイデザインを赤や黒などに変えてキューブライトも同じマイデザを使い色を揃え花も和な感じにしたら和風にもできます。その時は全体の色を合わせるとおしゃれだと思います。これで全てのレイアウトを紹介し終えました。目先のシンプルな5つのレイアウトはいかがだったでしょうか。一つでもいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方もお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。